こんにちは、アリアです。今回から始まる新しいシリーズでは、アトランティスという文明の物語をお届けしていきます。失われた大陸って聞いたことありますか？一部では伝説として扱われていますが、実は様々な説や記録が残されているんです。このシリーズでは、その失われた大陸と呼ばれたアトランティスで起きたと言われている出来事を時間の流れとともに辿っていきます。遥か昔、銀河の中では大きな戦争が繰り広げられていました。前回のシリーズでお話ししたオリオン大戦です。オリオン座を中心に広がったこの戦争は、光と闇、支配と自由、技術と精神性という異なる価値観がぶつかり合った、長い衝突の時代でした。この戦争に関わった文明には、シリウス、クレアデス、アンドロメダ、そして支配を推し進めたオリオン帝国などがありました。戦いはただ武力によるものではなく、情報操作、波動干渉、意識の制御といった高度な精神戦も含まれていました。戦争が長引くにつれ、銀河全体のバランスが崩れ始め、工事の評議会が仲裁に入ります。そして評議会は、戦争そのものを終結させるだけでなく、戦争によって分断された意識や、傷ついた魂のバランスを取り戻すための新たな計画を提案します。その計画とは、これまで敵対していた複数の魂のグループが再び一つの場所に集まり、共に学び直し、進化を目指すための新しい環境を用意するというものでした。そのための舞台として選ばれたのが地球でした。当時の地球は、まだ未発達でありながらも、美しい自然と強い生命力に満ちた惑星でした。銀河の中でも、中立的な波動を持ち、多次元意識を統合しやすい構造を持っていたため、魂たちが再構築と再統合を試みる場所としてふさわしかったのです。こうして、多くの星系から様々な存在たちが地球に向けて移動を始めます。その移動は、物質的な移民というより、魂の転生、意識投影、エネルギー体としての定着、という形で行われました。クレアデス系、シリウス系、アンドロメダ系、アルクトゥルス系、そしてかつてオリオン戦争に関わった存在たちも含め、あらゆる系譜の魂が地球へとやってきました。彼らはまず、地球の特定のエネルギーが集中するポイントを選び、新たな文明の拠点を築き始めます。その場所こそが、後に、アトランティス、と呼ばれることになる地です。アトランティス大陸は、現在の大西洋中央部に広がっていたとされ、惑星のエネルギーラインが交差する、重要な場所に位置していました。文明の構築は、複数の星系出身者たちによって協力して行われました。シリウス系の存在たちは、神殿建築、音と幾何学の技術、エネルギーの循環装置の設計を担当しました。クレアデス系は自然との共生、美意識、植物や水との連携技術に長けており、生活領域の設計や芸術の側面を導入しました。アンドロメダ系は、多次元通信、記憶技術、周波数による教育システムなどを提供し、文明の情報構造を支えました。こうして、アトランティスの建設は、本格的に始まりました。中心都市は、ポセイドニスと呼ばれ、環状に広がる都市設計を持っていました。その中心には、巨大なクリスタルタワーが建設され、地球内部のエネルギー、太陽の光、宇宙からの振動を集めて変換し、都市全体へと供給する役割を担っていました。このクリスタルは、高度なプログラムが組み込まれた知性ある装置であり、エネルギーの分配だけでなく、地磁気の調整、天候制御、惑星間通信などの役割も果たしていたと言われています。都市は、
複数の同心円構造で形成され、中央部に神殿と管理区域、外縁部に生活区画が広がっていました。交通手段は、冬型の移動装置であり、地上に道路という概念はなく、すべてが空中を利用した流線的な動きで構成されていました。言語は存在せず、主にテレパシーとシンボルを使った意識の共有によって、思考や感情が伝達されていました。生活に必要なすべての技術は、自然のリズムと共鳴する形で設計されていました。農耕は、土を用いず、水と光と音による栽培技術が用いられ、食事は、エネルギー変換による栄養補給や、植物と共振する採集によって賄われていました。病気は存在せず、体の不調は周波数の乱れとして認識され、音、光、色、香りによる調整によって回復されていました。このようにして、アトランティスは、かつて戦い合った魂たちが再び集い、共に学び、暮らす、新しい文明として、地球に築かれていったのです。そこには、かつての争いの記憶も、過ちも、それでもなお一緒に歩もうとする意志も、すべて含まれていました。文明の初期段階においては、争いも支配も存在せず、調和と創造のエネルギーに満ちていました。けれど、この静かなバランスは、時が経つにつれて、少しずつ変化の兆しを見せ始めます。次回は、アトランティスが、どのようにして栄光の時代を迎え、どのような文化や技術を築いたのかを、具体的にお話ししていきます。お楽しみに。